キヤノンインクジェットプリンター TS6130 のインク吸収パッドを採寸して自作してみた。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ TS6130 です。前回の動画ではインク吸収パッドを自作するべく作業を始め、制作図面をダウンロードできるように機能変更を行いました。ダウンロードの手順は説明欄の URL からナンバー1動画をご視聴ください。パッドの自作計画で示したように作業は手順1から3までを終了しました。今回は手順4のパッドの使用素材や構成を決定して、5、資材を集めて加工、最後に6、微調整をしながら敷設して完成までの動画です。興味のある方はどうぞ引き続き最後までご視聴ください。パッド材の選定計画。パッドの構成をチャット GPT に聞いてみました。答えはパッド1シートを3層に分けて組み合わせ積層すると良いそうです。上層は EVA フォームシート1から 3mm、 中層は不織布シートを必要圧、下層はクロロプレンゴム1から 3mm の構成です。上層の EVA フォームシートは柔らかいので少し潰れて不織布に密着することでインクの広がりを助けます。ゴムもインクを吸収しない代わりに少し潰れることで硬いケースから不織布の凹凸をカバーします。そして不織布と密着することでインクが横に逃げて広がり全体で吸収するようになるとのことです。ここで市販の不織布を調べるとホームセンターでは農業用で 1.3×5 メーターのものが300円台でありました。ごく薄いものしか見つからず5ミリとか厚ではないかとチャット GPT に聞いたところ市販品ではないとのことでした。そこでネットで厚手を探してこの製品を見つけました。このラインナップから一番厚手のものを入手します。製品が届いたので検証します。写真通りのパッケージで重さは 668g です。 320×339 のシートが4つ折りで入っています。開けて中を見ます。触った感じの表面は少しざらついていて不織布というだけあって布のような手触りです。紙のようにも見えますが手で裂こうとしてもできません。発注の時点では厚さを調べても分かりませんでした。もう少し厚いと思ったのですが厚さを測ってみます。 0.4mm です。こちらの方も見てみます。長さから見てパッドを作る量は十分あります。厚さは 0.1mm です。厚さがこれでは加工枚数が大変なのでワイプオールを使うことにします。もっと厚い製品が見つかれば加工がより楽になるので探す価値はあると思います。パッド材の選定が絞れてきたので情報をまとめてパッド材を決定します。パッド材の決定。パッド材をまとめるために今までに集めた情報を表にしました。パッド別に6要素を一覧にしています。ここで注目したいのはケースの深さ、ゴム 1mm の敷き込み枚数、 0.4mm パッドの枚数です。チャット GPT はゴムの厚みは 3mm が理想と言っています。しかしケースの厚さを見て分かる通り特に D と E はゴムだけになってしまいます。そして C も上り下りがあるため曲がりが作られないのでこれら3品は 1mm1 枚としました。もともと純正品のパッドにはゴムシートはないのです。上層の EVA フォームシートもチャット GPT とチャットしながらなくす方向で決定しました。他の場所もゴムを2枚 2mm にしてその分不織布を増やすことにしました。
チャット GPT はゴムなしを推奨していません。ゴム1枚になったところは不織布を最後にもう1枚追加すればより良いとのことでした。 0.4 ミリパッド数には残りの深さを 0.4 で除した値を記載しています。これを製作目標数としてパッドを作ります。ゴム板のカットと敷設。クロロプレンゴムをカットしてケースに付設します。前述の表より AFG が各2枚 CDE が各1枚です。1ミリのクロロプレンゴムシートです。ホームセンターで手に入ります。これを2枚使ってゴム板を作ります。作った図面をラベルシールに印刷してゴムシートに貼り付けました。1ミリですから直線はカッターで、曲線はハサミで切って加工します。 A のカットが終わりました。作ったゴム板を各々の場所に取り付けます。 C です。 D です。 E です。 F です。 G です。このようになりました。この中で C だけは一旦外して不織布と接着一体化します。接着方法はチャット GPT と相談してまとめましたので、この後のパッド C 不織布の接着をご視聴ください。これから不織布のカットに移ります。パッドの加工と敷設。パッドの製作数はこの表に従います。設置した時点で数値は再訂正します。不織布のカットが終わりましたので故障の順に並べてみました。作り方は不織布を 5,6 枚重ねて型枠を使ってカットしています。枠はカッターを当てるとスリットで開いてしまうのでテープで開き止めしています。このような工夫をしながらシートを作りました。加工動画は不織布 C の接着で少しだけご視聴いただくことにしてパッドの積層に進みます。ゴムの上に A を積層します。ただ置いて重ねるだけで他も同じです。積層高の目安はケース底にある四角いベースまでです。何枚かを束にして枠に収めていきます。シートが折れないように展開して型に収めます。高さを見ながら目標高までこれを繰り返します。続けて B です。目標は各所にある爪の高さまでです。 A の倍ほどの枚数が必要です。繰り返して爪の高さになったら終了です。 C をスキップして D です。ゴムがあるので入る枚数は少ないです。 E も入る枚数は少ないですがプラス1枚を目指します。 F は最多の枚数が必要ですが形が小さいので束にして入れていきます。 AB との接続面を接するように調整します。最後に G です。 G1 から順に入れていきます。 G2 は少し大きく枚数も多く必要です。 G3 です。 C は接着してから取り付けます。次は C の接着に進みます。パッド C 不織布の接着。不織布のカットを C で実演します。うまくできる方は不織布を 5,6 枚重ねて型を置きカッターの刃を新しくして切ることができます。直線が途中で途切れる場合は定規を添えてカットします。力任せや一気に切ろうとするのはダメで
刃を軽く滑らせるように何回かに分けて切断することを心がけます。強く切断しようとすると布が刃についてきてよれて墨通りには切れません。この方法がうまくできない方はボールペンなどで形を描いて定規とハサミで切断します。ボールペンは水性は避けてください。水分を吸収してしまい吸収性能を低減させます。特に C は両端が同じ形の方が良いのでそこだけは慎重に切断してください。それでは C の接着に移ります。使う接着剤はこれセメダインスーパー X クリアです。接着剤として木工用ボンドなどは水性で不織布に染み込むので不適です。手順は1、不織布同士を両端の片側だけ接着します。2、クロロプレンゴムと接着が終わった不織布の束を接着します。1と2の間には 1,2 時間の乾燥時間を置いて気温が低い場合は時間を増やします。それでは手順1、不織布の両端を接着します。ようじなどを使って1ミリ以下のわずかにかすれる、途切れる感じの線を軽くなぞるように入れます。接着剤の説明書には使う前に10分ほど乾燥させると記載されています。でもそうすると粘性が出てしまい接着剤が団子状になってしまいます。なので線を細くするために接着剤を出してすぐようじに取って糸を引いた線を不織布に移します。反対側の端部は開き防止で対角側を接着します。ご覧のように片側だけ接着して前側、先端はインクを吸わなくなるので絶対接着しません。線を入れるところは先端から10ミリ、さらに10ミリ、そこから15ミリを3回で計65ミリとします。接着線を入れて10分乾燥後、ごく軽い板などで挟んでおきます。挟み方は押すイメージではなく軽く挟む程度です。もし接着した側面が開くようならその場所だけ1ミリ以下の低く作った点を付加すれば良いです。乾燥時間を置いて手順2に進みます。ゴムの接着面をアルコールで脱脂します。ゴム側だけに15ミリ間隔で接着剤の1ミリ以下の雫をようじで置いていきます。反対側も同様に行います。間隔は大体でやっていますので幅だけ見ておきます。接着が終わった不織布はこのようになっています。反対側はチャット GPT の言う通り接着していないので開きます。前述のように前面、先端を接着していないのがわかるでしょうか。10分ほど乾かして接着完成した不織布を軽く接触するように置くイメージで固定します。位置がずれないように各所をよく見ながら不織布を合わせます。先ほどのように強く押すイメージではなく軽く挟む程度のイメージで1時間ほど放置します。これで終了です。チャット GPT からは最初ボンド G17 を勧められました。しかし粘性が強く糸がうまく作られないので
状況を伝えて接着剤を変更しました。完成。作った C を取り付けます。このセパレーターに合わせた位置から右側を A に差し込みます。爪に必ず固定します。反対側にも爪があります。フラットなエリアには押さえの爪が3箇所あります。掲載を整えたら下りを固定します。下りを固定したら G を戻します。下りの不織布を爪に固定します。できました。 G1 です。 G2 です。 G3 です。終わりました。最終的にこのようになりました。自作したいと思う方は自分なりに改良を加えて挑戦してみてください。チャット GPT もきっと力を貸してくれると思います。最終的に不織布の枚数はこのようになりました。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。